こいせと。さて今日はですね、このカメラバッグの中身を皆さんに紹介していきたいなと思います。ついにですよ、ついに、3年ぶりね、僕ちょっと海外旅行に行くことになりまして、まあ出発はね 2,3 日後なんですけど、まあすでにね大体のこう、まあ、カメラバッグのこうパッキングとかを終えたんで、まあ、せっかくだったら、まあ、僕が 2,3 週間旅に出るのに、まあ一体どんなね機材を持っていくのかっていうのを今日皆さんにご紹介できればなというふうに思います。僕リコさんと結婚してすぐその後コロナが始まっちゃったんで、まあ本当はね、ハネムーンとか海外に行きたいねなんて最初言ってたんですけど、行けなかったんで、まあ今回は一応ね、ハネムーンっていう体ではあるんですけど、ちょっと長めに2週間行くんで、まあ前半はね、ゆっくりのんびりしつつ、後半はちょっとね、まあ仕事も向こうで、撮影があるので、皆さんにね、お見せできるような、まあ Vlog だったりだとか、まあかっこいいシネマティック Vlog 的なものもね、今回はいっぱい撮っていきたいなというふうに思ってます。じゃあ早速、まずねこのカメラバッグから紹介していきたいなと。というわけでまあ説明不要かもしれないんですけど、こちらピーター・マキノンのカメラバッグになってます。でこの間僕ね2つ買ったんですよ。これちっちゃいのとこのうちの大きいバージョンで、ちっちゃいやつはすでに何回か使ってるんですけど、今回このねでかいのはまあ実際使うのが初めてなんですよ。っていうのもまあ今回のこの旅行用に買ったんで、まあこれまでちょっと触る機会はなかったんですけど、で今回いろいろとねここに中身を詰めてみてすごく思ったのが、このカメラバッグねほんとこうビルドクオリティは高いし、あとめちゃくちゃ物が入る。なのでまあ 2,3 日とかだとちょっとトゥーマッチかなっていう気はするんだけど、でもいっぱいこうドローンとかなんかジンバルとかも全部持ってきたいなんていう時には、このカメラバッグめちゃくちゃ重宝すると思います。まあじゃあそのカメラバッグの中に何が入ってるかというとですね、というわけで本日のスポンサーはですね、アートリストでございます。アートリストは僕が普段からいろんなタイプの動画で使っているコピーライトフリーの音楽サービスになってます。コピーライトフリーを歌っているサービスって結構いろいろあるんですが、自分のチャンネルじゃなくてクライアントのチャンネルだったりだとか、あとはそれを広告利用するとかっていった場合にはなんか別料金みたいなサービスが結構あったりするんですけど、プロプランであればそういった制限も一切ないので非常に使いやすい音楽サービスになってます。これまでは音楽とサウンドエフェクトをメインに扱ってたんですけど、先日サービスがよりパワフルにアップグレードされ、現在では様々な映像編集ソフトで使えるテンプレートやプラグイン、さらには独自の写真編集ソフトや動画編集ソフトっていうのも使えるようになりました。で料金は音楽とサウンドエフェクトだけであれば年間契約月額換算16ドル60セントから使用することができて、新しい MAX Pro っていう、音楽とサウンドエフェクトだけじゃなくフッテージやプラグインとかも全部使えるようになるプランで、年間契約月額換算39ドル99セントから使用することができます。というわけでこの新しくなったアートリスト、ぜひね概要欄の方からチェックしてみてください。概要欄のリンクから登録すると1ヶ月間無料のねフリー期間がついてくるので、ぜひそちらの方も活用していただければなというふうに思います。まあちょっと開けてみていきましょうか。じゃじゃんとこんな感じになってます。まずはやっぱりカメラからかな。はい。これがね、今回僕が、持っていくメインレンズ。まあもう皆さんご想像の通りかと思うんですけれども、こちらソニーの α7S3 となってます。で、ここについてるレンズが、ソニーの 20mmF1.8G レンズです。最近この 20mm で撮ってることが、まあ半分以上かなっていう感じなんですよね。やっぱりね、もう Vlog 撮るときに自撮りするのも、まあ F1.8 っていうことで、まあシネマティックな B ロール撮るのも、まあすごくしっかりボケるんで、まあこのコンボを使うことが多いですね。で、その前についてる、フィルターはというと、これがティッフェンのブラックミスト、8分の1と、あとピーター・マキノンの、これが、ND フィルター。もう一個ね、ここにあるレンズが何かというと、はい、これもまあ、まあ、ド定番なんですけど、24から 70mm の F2.8 の G マスターの2ですね。で、これはもう本当にね、まあ、置いていく理由がないというか、まあ、24から70までこれ1本でカバーできるんでね、はい、こうもうマストレンズかなと思います。で、このマイク、この間 Amazon のブラックフライデーのセールで買って、実は僕ね、まだ何回かテストしただけでちゃんと使ってないんで、まあ、オーディオクオリティがどうかとかっていうのはわからないんですけど、マイクがこう前後2つついてて、で両方の音を拾えるんで、すごく Vlog に向いてるのかなということで、まあ今回いきなり実践投入ということで、使ってみようかなと思ってこのマイクを今回は持っていくことにしました。あとはこれですね。まあ旅に行くんだったらもう必須品の、これなんていうの名前。
パフパフ。じゃあ、これいきましょう。はい。で、このちっちゃいポーチに入ってるのがですね、今回僕が持っていくドローンでございます。DJI の Air 2S を持っていこうかなと思ってます。DJI のミニ3 Pro と悩んだんですけど、あっちの方がね、もちろんコンパクトで持ち運びもしやすいんで、旅には向いてるかなと思ったんですけど、今回ね、3年ぶりのやっぱり海外旅行っていうことなんで、なるべく画質がいいものを選ぼうかなと思って、今回このね、Air 2S を選びました。バッテリーが3つと Air 2S と、あとは、純正の ND フィルターだったりだとか、その他ね、予備のプロペラが入ってます。向こうでクラッシュしないことをね、祈るばかりですね。で、それに合わせて、DJI RC か。このモニター一体型になってるんで、いちいち iPhone とかね、そのスマートフォンをつないで使う必要がないんで、非常に便利なんで、今回はね、こっちの、リモコンを持ってこうかなと思って、ここに入ってます。で、その隣にあるのが、で、これも DJI のマイクですね。ワイヤレスマイク。使わないかなと思ったんですけど、一応念のためということで今回持ってこうかなと。このワイヤレスマイク何が一番気に入ってるかって、これ単体で稼働するのがめちゃくちゃいいんですよね。わざわざこのワイヤレスレシーバーの方を、カメラと繋がなくても一応使えるっちゃ使えるんで、使うこともあるかなと思って、一応持ってこうかなと思ってここに入ってます。で、そのお隣が、この黒いポーチに、入ってるのがですね、アクションカメラです。で、これも、今回、僕が持っていくのは DJI のアクション2ですね。最後までインスタ360のアクションカメラと悩んだんですけど、あっちの方がね、やっぱ画質はいいんですよ。今回ね、ここに今ないんですけど、リコさんが Vlogcam の ZV-1F を持ってくんで、それだったらもうアクションカメラは本当に汎用性が高いもの、アクションカメラとして、使いやすいものを持ってこうということで、今回このね、アクション2を、アクションカメラとして選びました。アクションカメラはね、旅行に行くと必ず何かしら1個は絶対あった方がいいと思います。で、ここに入ってるのが、僕がよく使ってる、なんだっけ、これ、メーカー名、ど忘れしちゃった。Vlog 用のハンドグリップですね。それと、もう一つ入ってるのが、一応、ライト欲しくなる時あるかなということで、これがナンライトの、パボチューブ2、6C ってやつですね。はい。ここに、ちょうど収まりが良かったんで、持ってこうかなと思ってます。で、次がここですよ。これが、今回僕、ピーター・マッキノンのカメラバッグを全部で3つ買ってるんですね。で、そのうちの1つのスリングバッグなんですけど、このスリングバッグ、なんとね、このカメラバッグにぴったり収まるんですよ。やっぱりね、現地に着いてずっとこのカメラバッグ持ち歩くのすごい大変なんで、1個ちっちゃいカメラバッグ欲しいじゃないですか。ってなると、最初ね、向こうに着くまで、そのカメラバッグを2個持ち歩かなきゃいけないのかっていうと、それはそれで面倒なんで、このバックインバッグができるのはすごいいいなと思って今回これにしたんですよ。で、この中に、入っているのがですね、ここにあるもう1個のカメラ、ソニーの α7R5 ですね。で、その前についているのが、50mmF1.2 の G マスターになります。この組み合わせは、僕、主に写真用に使おうかなっていうふうには思ってるんですけど、でも、このね、α7R5、実はね、Vlog 用途にもすごいんですよ。ボディ内手ブレ補正が7段も効くんで、アクティブ手ブレ補正と組み合わせれば、こっちのね、ソニーの α7S3 より正直 Vlog は撮りやすいと思います。なんで、ちょっとした街歩きに行こうかなとかって思った時は、もしかしたらこっちの方で Vlog 撮ってるかもしれませんね。それ以外には、こっちの方には特に何も入ってないかな。もう一個 ND フィルターと、ブラックプロミスト同じやつがね、ここにも入ってるって感じになってます。はい。で、こっちの蓋側なんですけど、まずは、ここに、MacBook Pro の、13インチのね、ものが入ってます。この辺は主に電源周りですね、バッテリーとか。USB ケーブル、サンダーボルトケーブル。これ今回の旅用に買ったんですけど、これすごくいいですよ。アンカーの、USB AC アダプターなんですけど、これ最大 150W までいけるんですよ。Mac をフルパワーで充電しつつ、iPhone だろうが iPad だろうが、カメラバッテリーですね、の充電とか、これも全部フルパワーでいけちゃうんで、
それがこのコンパクトさでできるってやばくないですか？もう一個ね、紹介したいのがこれなんですよ。で、これがね、エクスターっていうところが出してる、カメラのバッテリーチャージャーなんですよ。今のところね、僕が知る限りこのカメラのバッテリーチャージャー最強ですよ。このモジュラー式になってるんですよ。で、こっちがソニーのね、α7S3 とかに使うNPFZ バッテリー用で、それ以外にも富士とかパナとかキャノンとかっていうカメラバッテリーマウントがもう出てるんで、それをまあ自分のお持ちのバッテリーに合わせて買っていけば、こうやってはめることで最大4つまで同時に充電できて、でなおかつこいつがパワーデリバリーに対応してるんで、充電速度がめちゃくちゃ速いんですよ。ソニーの NPFZ バッテリーとかだったら多分1時間ぐらいで満充電できる。はい。で、お次はこっちですね。こっちには、まあ、大したものは正直入ってないです。予備のレンズキャップとか、カメラのキャップとか、カメラストラップ、あとはいざという時のための六角レンチですね。撮影に行く時は何かしらのこういう10徳系のやつがあった方が絶対いいと思います。はい。というわけで、このカメラバッグに入ってるものは、基本これで以上なんですけど、もう一個ね、スーツケースの方にね、ちょっと入ってるんですよ。あとは細かいものも多いんで、ちょっと、まあ、メインとなるものを紹介していこうかなと思うんですけど、まず一つ目が、これ、ディカパックっていう、水中用カメラケースです。僕もまだ使ったことがないんで、本当に安心して使えるのかっていうのは若干怪しいんですけど、ネットでレビュー動画を見て結構みんな使いやすいし、そこまで高くないって書いてあったんで、まあ1万ぐらいだったかな。はい。で、今回買ってみました。で、今回ね、ジンバルは、この GU の Weevil 3を、持っていこうかなと思います。やっぱりね、コンパクトなんで、持ち運びもしやすいんでね、これにしようかなと思ってます。で、あとはまあ、トラベル三脚で言うと、この種類の、カーボンの三脚になります。で、これね、1キロ切るんですよ。これが今のところ、まあ一番コンパクトで軽くて、多少ね、合成には正直難があるんですよ。まあそんなにだから重いカメラとかをこう載せるにはちょっと不安かなっていう気はするんですけど、まあでも三脚としての役割っていうのは、まあ基本は果たしてくれるんで、まあ、旅行用の簡易トライポッドとしてはこれで十分かなということで、これも持ってきます。はい、というわけでね、これが今回僕がこの2週間の旅行で持っていくカメラ機材一式となります。で、これでまあ一体どんな映像ができるのかっていうと、まあそれはね、来年出てくる動画を楽しみにしていただければなというふうに思います。で、最後になんですけど、まあもう多分2022年、これが最後の投稿になると思うんで、まあ皆さん2022年も本当にね、いろいろと動画を視聴いただいて、まあサポートいただいて、なんかいろいろ絡んでいただいて本当にね、どうもありがとうございました。なんかね、僕、いわゆる YouTuber 的な活動としては、本当にまあ自分がなんか興味のあることを好き勝手やってるだけなんで、そのスタンスっていうのはまあ2023年も全然変える気はないんですけど、まあでも、これまで以上になんかこうクオリティを高めていって、何かこうみんなのね、まあ、インスピレーションを得られるようなものを頑張って作っていきたいかなというふうには思っているので、2023年の方もね、どうぞ一つよろしくお願いします。ということで、はい、皆様、どうぞ良いお年をお過ごしくださいませ。ということで、また2023年にお会いしましょう。ピース。